日本史北条政子と亀の前。北条政子は源頼朝が亀の前と浮気していることを知ると、御家人に命令してかくまっている家を破壊させた。北条政子と亀の前の関係を詳しく見ていこう。1180年治承4年、上総広常や千葉常胤を従えて鎌倉に入った源頼朝は、政子のため鶴岡八幡宮の隣に新居を建設。政子も鎌倉へ移り住んだ。翌1181年陽和元年の暮れになると、政子は床に伏せがちとなるが、御家人たちに第二子解任のためのつわりだと伝えられると、一挙に祝福ムードとなった。政子は関東の武士たちから慕われ敬愛されていたため、多くの武士たちが将軍邸の周りに自然と参集して喜び合ったという。頼朝も政子の解任を知ると、伊藤助親、助清親子に恩赦を与えようとするが、助親と助清は隙を見て自ら命を絶ってしまった。さらに頼朝は解任祝いに北条時政らの武士たちに鶴岡八幡宮の海岸からの曲がっていた参道を直線にする土木工事を命じて完成させている。しかしそんな時期に頼朝は漁師の妻亀の前と結婚前から密通を続けていたが、1182年寿永元年の6月に頼朝は亀の前を小中田三家邸に招き入れ、さらに伏見広綱邸へ移した。7月になると、政子はお産が近づいたため、比企の邸宅に移り、梶原景時が御台所の出産奉行として雑事を取り仕切った。頼朝はこの時期に亀の前だけではなく、新田義重の息女で兄の愛人でもある女性に援書を送って問題となっている。この件は義重が機転を利かせて息女を再婚させたために、政子の耳に入ることはなかった。関東武士の間では正室の権限が強く、正室以外の女性と関係を持つことは非難されて当然だと考えられていたため、都育ちの頼朝と東国に生まれた政子にはかなり考え方、価値観に相違があったのである。それはともかく、8月になって政子の出産が近づくと、鎌倉へは続々と関東武士たちが集い、第二子の誕生を心待ちにしていた。8月11日に政子が産気づき、12日に無事男子、後の頼家が誕生すると、鎌倉中が喜びに包まれ、授乳する乳母には川越重頼の妻が、乳母父には比企能員が選ばれている。そして2ヶ月後に自宅へ戻った政子は、時政の5歳、牧の方から政子の妊娠中に頼朝と亀の前が密通していたことを聞かされ、激怒する。政子は早速牧の方の親族牧宗親に命じて、亀の前をかくまっていた伏見広綱邸を破壊させたため、広綱は亀の前を大田原義久邸へ避難させている。翌々日に大田原邸を訪れた頼朝は、
牧宗近を呼び出し、皆の前で宗近のもんどりちょんまげを切り落として恥ずかしめている。頼朝は御台所を重んじるのは神妙なことだが、このような大事なことをなぜ私に知らせなかったのかと宗近を叱責したため、宗近はいたたまれずに鎌倉を逃亡している。ところがこの話が鎌倉中に伝わると収まらないのが牧の方と時政である。時政はあまりの立腹から突然鎌倉を後にして伊豆へ引き上げてしまった。頼朝に対する不服従を態度で表したのだが、頼朝は慌てて時政の嫡男北条義時に梶原景季を使者に送ってその真意を正している。義時はこの時には何も黙して語らなかったというが、父時政と行動を共にしなかった義時に頼朝は胸をなで下ろして褒めたたえたという。当時の鎌倉武士は主従関係以上に親族との関係を大切にしたため、義時は頼朝と時政のどちらに従うか悩んだに違いない。この亀の前事件は単なる頼朝の浮気問題にとどまらず、幕府を揺るがす大事件に発展した。亀の前は同じ年の12月に再び小中田邸へ連れ戻され、亀の前は政子を恐れたが、頼朝は以前にも増して頻繁に通うようになる。すると政子は頼朝に詰め寄り、亀の前をかくまって家を破壊された伏見広綱をとうとう見え流罪させている。牧宗近が受けた恥辱の見返りに伏見広綱も罰して喧嘩両成敗痛み分けとしている。つまり御台所の政子は将軍の頼朝と同様に御家人に命じて家を破壊させ流罪させる権限をこの時すでに持っていたことになる。また政子はこの事件で亀の前には危害を加えずに頼朝とその命令に従った御家人に責任を求めるという嫉妬という感情に振り回されずに冷静な処置をしている点にも注目したい。政子は多情で浮気性の頼朝にお灸を据えマウントを取るとともに、鎌倉中の武士たちに御台所の権限は将軍に勝るとも劣らないことをこの亀の前事件を通して示したのである。この約20年後に尼将軍として活躍する北条政子だが、頼朝の生前からその権勢と実力は鎌倉の武士たちには十分に認められ期待されていたのである。